はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月前半のタロットリーディングと星の補足説明をさせていただきます。ではよろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソード2、ソード5の逆、ソード3、ペンタクルスのキング、ペンタクルスのプリンセス、ジャスティスですね。そしてソード4、気をつけることや対策が戦車と吊るし人の逆とオラクルはカップの6です。ちょっと星の話を先にさせていただきますが、この8月の前半っていうのは非常に見えないところから恩恵を受け取るみたいなエネルギーがあるんですね。中にはスピリチュアルなものを感じやすいとか、要するに目に見えるこの現実世界だけでないところからのメッセージとか恩恵とか優しさとか愛情を受け取るよっていう時なんですね。でそれがあからさまな何か来たっていうものじゃなかったとしても、他人から評価が上がるとか、知らないところで自分のね価値が上がってたっていうこともあるかもしれないし、実はすごく他者に応援されていたっていうことを感じるかもしれないし、またご自身も自分っていうものを打ち出すっていうよりは縁の下の力持ち的に誰かの力になりたいなみたいな感じでそっと誰かを支えるみたいなこともあるかもしれないですし、中にはご両親とか年配の方に対してケアしてあげたいとかね、そういう風に出る方もいらっしゃるかもしれませんね。ちょっと要するに現実的なものというよりも、ちょっとだけ棚上げにしてたものに取り掛かったりとか、例えば保険の見直しだったりもそうですし、お金のローンの組み替えとかもそうですし、ちょっとそういうことに携わったりもしつつ、でもタイミングとして今受け取れるものがあるよっていうのが星のタイミングなんです。でさらに8月4日っていうのが新月でして、でこの新月はちょっと、普通の新月で言うと、何かお願い事しましょうとか、意図しましょう。それによって、このいいタイミングが始まるね、なんですよね。ただ、今回のそのヤギ座さんにとっての8月4日の新月っていうのは、こっから何か始めるっていうよりも、過去のちょっとした清算みたいな感じがちょっとするんです。これちょっと今そう感じてるからお伝えしてるんですけども、例えば、自分がずっと昔、親にずっと言っていたこととか願っていたことっていうものがやっと叶ってこれで清算できたとか、何かが満たされる、自分の感情ずっと求めていたものが手に入ってきて満たされるみたいな感覚もあるかもしれないので、ここから意図しましょうっていうよりも、今までのものがここで清算されるんだみたいな感じがちょっとしました。もちろん普通の願い事のように、じゃあここからこうするよっていうふうに意図してもいいですし、見えないものを受け取るよとか感じられるような自分になるっていうふうに意図するのもいいと思います。そして8月の5日から8月29日までっていうのが実は水星の逆行期間になりまして、この期間少しねスケジュールが乱れやすかったりとか、予定が変更になりやすかったり、誤解が生まれやすい時っていうふうに言われているので、言葉に気をつけたりとかね、確認したりとか、スケジュールには余裕を持たせておいてください。で特に一般的な話になりますけれども、IT 関係とかAI はちょっとわからないですけど、 IT 関係とかそういった壊れないよ、電気関係が壊れたりとかね、設定していたものがちょっとうまく作動しないとか、こうあるべきって思っていたものがそうじゃないみたいなことも起こり得るのかなって感じがするので、2の手だったりとか、一応次の手っていうのも考えておくのがいいかなと思いました。そしてカードで見たところ、今のところですね、ちょっと人疲れしてるのかなって感じもします。例えば7月の前半とかって人との関係性がね強い分気を使ったりすることもあったのかなって感じもしますし、でもこれちょっと物事の裏表ですね。気を使うこともあったけどいいこともあったよねとか、すごく大変だったけどでも
良かったな、関われて良かったなみたいなことがあったりっていうこともあって、なんか物事が非常に表裏一体な感じがします。そして今この現在は、ちょっとあまり事を荒立てるというよりは、落ち着かせたいみたいな感じがありますね。で、やっと今落ち着いたとこだから、このまま行きたいみたいなね。またこっから荒立てたくないって感じがあるかもしれません。うん。うまくこなしたんですね、きっとね。なんかうまく状況をコントロールして、今の現在地に着地したんだなって感じがあります。で、非常にこれは自分の自信にもなってるし、やっぱりこれで良かったんだって、大変だったけどこれで良かったんだっていう思いかもしれません。いいですね。これすごく、今後も生かされる感じがします。今だけの話じゃなくて、ここに至るまで、さっきのなんか新月の話とちょっと似てるんですけども、今まで自分がなんかやってきたこと、もしくは願ってきたことが今ようやく叶えられるとか、昔辛かったんだけど、それが結果今自分にはこんな風に役に立ってるとか、何か長い年月をかけて、今という、今だからこそ感じられるものがあるって感じがあって、それがもうなんか今に出てるって感じがするんですね。これは時間をかけて成し得てきたものがある。それを自分でも自覚しているし、周りも自覚しているし、現実的にそれが豊かさの一部にもなっているみたいな感じです。そしてさらにそこから、それをちゃんと継続していこうとか、それをちゃんと引き継いでいこう。後者にも引き継いでいこう。教えていこうみたいな流れもあります。そして、それを決して押し付けではなく、うまく周りの状況とバランスを取りながら自分が引き継いできたものを誰かにこれを引き継ぎたい、受け取ってきたものを引き継ぎたい。でも引き継ぐ相手のことも考えてご利用しはしたくないし、受け取りやすい形で引き渡したいみたいなそんな感じがあり、非常にバランスが取れています。入り口もソードの2であまり乱したくないという思いがあるんですけど、乱さないままうまく引き継いでるっていう感じがあります。そして、静かにこの状況を感じたいって感じかな。非常になんかインナー的な、マインドフルネスみたいな感じですね。外で頑張って活動するっていうよりも、今の自分が感じることを感じきりたいみたいな感じですごく穏やかで、焦りがなく、うまくこなしてるって感じがします。うまくこなしてる。やるときはやります。行くときは行く。仕事するときはする。でもしないときはしないんだみたいな。そして深く自分に入って、今自分が何を感じているのかとか、今何が起きているのかとか、これってどういう意味なんだろうかっていうのを、混乱した中で考えるのじゃなくて、静かに自分の中にあるものを感じているって感じで、めちゃくちゃ穏やかだし、ソードの4って、本来そういう意味ではなかったりもするんですけど、めちゃくちゃ今回はね、穏やかだし、周りが、ごちゃごちゃ言ってたとしても、私はそこに惑わされないみたいな、そういう静かなね、強さがあり、で、その強さがまた、動くとき動きますみたいなね、感じに繋がってていいですね。これとてもいいじゃないですか。うん。そして、これは、前も言ったかもしれません。これは、今そういう状態になっているっていうのはやっぱね、ここまでに葛藤してきた人生があるからこそ、そうなんだなって、ここまでよく成長したなみたいなそんな感じを、感じます。すごく、そう、なんかハートが鍛えられたっていう感じがしますね。例えば、人間関係の摩擦とか、もういろんなことがあったなっていうところで、昔はハートが傷んでいたかもしれないけども、今はそれごときで惑わされませんって言ってるような自分がいるみたいな、すごく落ち着いてて、そんなことはかすり傷みたいな感じの落ち着いてる感じがあるので、これってやっぱ過去に経験したからこそなんだなって感じがすごくします。それと、もう一つなんか今回のメッセージとして、何を引き継いで、そして何を受け取って、何を引き継いでいくんだろうかっていう感じのメッセージをすごく感じるんですね。で、オラクルもここで、カップの6っていうカードが出ていて、これはその誰かに、懐かしむとかね、何かを思い出して懐かしむとかっていう意味もあるんですけれども、自分が受け取ってきたもの、ここまでの間に受け取ってきたものを、また後世に残していくとか、子供に残していくとか、下のものに残していく、これからの人たちに残していくみたいな、そういう感じがあって、で、このエッセンスむちゃくちゃ貴重なんですよね。で、うまく他者が
後者のものが受け取れるような形に変更していくっていうのもあるので、おそらくなんか上下関係だったりとかね、親子関係とか上司部下とか、そういう師弟関係も含め、そういう関係性っていうのがもしかしたらすごくいいのかもしれないですね。で、今そういう関係全くないですっていう方も、実は昔々の自分の親が思っていた思いをやっと今受け取るっていうこともあるかもしれないし、自分のその子供時代に思っていたものを今受け取るということもあるかもしれないです。そしてこの強さっていうのかな、この静かな強さっていうものが自分をすごくなんか動かしますね。無駄にこれすごく対照的なカードなんです。これは戦車というカードと吊るし人っていうカードなんですけども、戦車っていうのはもう行くよみたいな、何があっても突進していくよみたいな、すごくブルドーザーのように進んでいけるようなエネルギーであり、もう一つ忍者っていうのは動かない。動けないとも言いますけど、動かずに、状況を違う方面から捉えてみることで大きな気づきがあるっていうカードでもあったりするので、ものすごくどちらも持ち合わせている。動こうと思えば動ける。でも今は動かずに状況を判断しようと思ったら状況を判断できる。どちらもできる。その相手の状況、今あるこの環境に応じてどっちも使えるよっていう感じがしました。すごくなんか大人で静かで落ち着いててパワフルな感じがします。昔気にしてたことなんか気にしませんみたいなね、たくましい感じがしますよ。ちょっとそれを踏まえた上でのお仕事面見させてください。また出ましたね、戦車。力です。ストレングスです。そしてカップナイトってことでいいですね。お仕事ってなった時に、変に自分を鼓舞する必要もなく、変に期待かけられすぎてそれに緊張することもなく、自分ができることはこれですみたいな思いがあり、でそれに対して他者から必要とされた分だけ出しますっていうのもあり、無理に推し進めようとする力がないですね。いいですね。自分が今ここでやるべきことはこれっていうものをしっかり分かった上で、他者からの申し出はちょっといい感じがありそうなんですよね。取引先から必要とされてるとか、仕事の仲間から何かいい意味で何か声をかけてもらうとか、そんな感じで今できることを等身大の自分でやっていくっていう感じがすごくします。で、無理することなくです、これが。無理しがちじゃないですか、ヤギ座さんって。だけど、無理することなくできるよって、自分でちゃんとそれコントロールできるよって感じで言われてます。落ち着いてますね。そしてちょっと人間関係見てみますね。カップ6また出ましたね。ソードの9。運命の輪ということで、カップの6が2枚出るということは相当なんか懐かしい感じがします。昔からの友達、幼馴染や昔馴染のとか、そういう感じで、ソウルメイト的な感じもあるかもしれないんですけど、すごく深いつながりのある人、精神的につながってる人、仲間みたいなね、そういう人との関係性っていうのがちょっとあるのかもしれません。そしてそれが強いんでしょうね。で、これ子供に対してっていうのもあるので、子供さんとのつながりや、何か本当にご縁のある、自分が本当に力になってあげたいと思う人との関わりっていうのが、この時期あるんだと思います。で、これは自分がしてあげたいっていうのもあるし、実は自分のもっと背景、先祖だったりとか、親だったりとか、守護霊だったりとか、そういう見えないものからの大きな愛っていうのを自分が受けているのかもしれません。で、もし人間関係で悩んでるっていう人がいらっしゃるとしたら、おそらくそれは自分を責めてませんかっていうところにまず気がついてください。ここまででだいぶ、落ち着いたなとかね、自分でもちゃんと自分のこと分かってるなって感じがあるんですけども、やっぱりちょっとその他者のことを気にしすぎたり、で、他者にすごく責められてるっていうよりも自分で自分を責めてるって感じの方が強いので、そこだけちょっと自分で抑えることができれば、他者に対してもそこまで気を使いすぎることなく、できます。どこまでこの絵を渡していいのかなとか、どこまでやってあげていいのかなっていうのをちょっと懸念するかもしれませんが、もしそれで悩んだとしても、必要なものしか入らないし、必要なものしか受け取れないので、
タイミングが来たらちゃんと分かるよねって、今の自分がやっと分かるように、相手だってタイミングが来たら分かるよねっていう信頼のもとに存在しておいてください、今。これを言ったら誤解を受けるんじゃないかなとか、なんか嫌な気持ちにさせるんじゃないかなとかっていう心配ではなく、もしも誤解があったとしても、いつかはきっと分かってくれる。今のこの感覚を、自分の感情を分かってくれるっていう思いで伝えるとか、関わるというふうにしてると、そんな心配事はないですからね。それと、もう最後にもう一つ、オラクルカード引かせてください。ヤギソさんね、これですね。はい。アバンダンスというカードが出ています。どうでしょう、このカードを見て何かしら感じるものがあれば、ご自身でもメッセージを受け取ってみてくださいね。豊かさのカードなんですけれども、これ単なる豊かさっていうよりも、なんかいくつも折り重なって、ここまでやってきたみたいな感じがあり、一つの思いだけじゃなくて、いろんな思いが折り重なって、ようやく今、受け取れるっていう感じがしますね。一つのことだけじゃないです。いろんなものが重なり合って、何か重要な自分にとっては豊かさなものになり、それを今ようやく受け取れるんだと。そしてまたようやく残していけるかもしれないって感じがしました。はい。ということで、ここまでにしておきたいと思います。もし何かしら分かりましたっていう方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、そして